こんにちは、イラストレーターのネグです。今回はシンプルなキャラクターイラストを描くときの考え方を制作過程を見ながら解説していきます。キャラクターは最近映画が公開されたチェーンソーマンよりパワーちゃんを描きました。それではよろしくお願いいたします。最初は資料を参考に複数のポーズを作っていきます。例えば足が魅力的に見える写真を見つけたら下半身のポーズを部分的に真似をしたりすることがあります。ただ写真を上からなぞるように全く同じ線を描くことはありませんね。そして気に入ったポーズができたら構図を決めます。同じポーズでも画面内にどのように配置するかによってイラストの雰囲気が大きく変わります。角度を変えたり、大きさを変えたり、試行錯誤をして適切な構図を見つけましょう。今回のケースでは余白を作ったり引きの構図で描く意味はあまりありません。ただ、キャラクターが特徴的な足を持っていたりすると、こちらの構図を使うこともあると思います。キャラクターの特徴となる部位が優先的に見えるポーズと構図ができると、より魅力的な絵になるでしょう。例えば、手に鎖を持っているキャラクターなら、その鎖が目立つ構図を考えたいですね。キャラクターの素体が出来上がったら、その上から服を着せていきます。キャラクターの衣服は必ずしも人物の体にぴったりとひっついているわけではありません。それを考慮して描きましょう。この時に特に意識するべきことはシルエットです。このキャラクターは頭に特徴的な2本の角が生えています。これはキャラクターのシルエットをより魅力的にしてくれています。なので、衣服を描く際は、このような特徴的な部位と被らないように描いてあげたいです。角以外の部分だと手も同様に気をつけて描いています。手はキャラクターの特徴を表現しやすい部位ですからね。ですので、ご覧の通り、角や手など特徴を持つ部位のシルエットは他の部位と重なっておらず、シルエットがわかりやすいです。私はこれを意識しながら衣服を描いています。難しいかもしれませんが、このようなルールがあると筆を進めるのに迷いづらくなります。しかし、必ずしもシルエットを重ねて描いてはいけないわけではございません。その例がこちらです。このイラストでは手と体が前後に重なっています。先ほどお話ししたセオリーに沿っていませんよね。ですが、そのことによってある効果が生まれています。それは奥行きや前後感です。シルエットは強調されませんが、物同士が重なり合うことで奥行きが感じやすくなります。このようにイラストに迫力や奥行きが求められる場合は、思い切って前後感を作るといいでしょう。ただ今回の場合は迫力などはあまり必要ありません。キャラクターをどう表現したいのかを整理して絵を作りましょう。ここからは色を塗っていきます。まずは下地を寒色で塗ります。そこに上から暖色のレイヤーを作り、2色で立体感を作ります。寒色の日陰に暖色で太陽の光を当てることをイメージすると描きやすいかもしれません。筆圧でサイズが変わるようなペンを使うと、細かいシワの立体を描きやすいので、私は好んで使っています。また、肌などの滑らかな面は、ぼかしブラシを使うことで表現しています。私は結構な頻度でぼかしブラシを使用していますね。最初に色を置く際は、質感のあるブラシで塗ることが多いです。そして、ただ均一に色を塗るだけではなく、側面の色を変えることで下からの反射光も表現しています。この反射光が立体感を増してくれます。ここから色選びを行うのですが、そのためのコツがあります。白いシャツと黒いズボンの色を先に決めることで、他の色の明度も決めやすくなります。例えば、肌の色を決めるときは、シャツの白より明るくなりすぎないように意識します。基準となる色があると、他の色を決めやすくなるという話は、背景描写に限ったことではありません。全体に固有色を置いた後、グラデーションマップを使用します。今回使ったグラデーションマップはこちらです。特徴的なのは中間にある暖色と寒色です。
暗い色が寒色、明るい色は暖色の色を使いがちですが、その逆の色選びをしています。気に入った方はぜひ参考にしてください。先ほどより全体の色に統一感が現れただけではなく、細かい場所にも変化が起きました。腹筋に注目してみましょう。グラデーションマップのおかげで肌に青みが現れましたよね。この部分的な色の変化が肌の生々しさの表現につながると思います。肌は必ずしも暖色で描かれるわけではありません。静脈の部分や空の青さを反射したとき、肌は青く見えます。こちらのイラストでも影の中に青を強く反射する面を描いています。一色で肌を塗るよりも生きた肌を感じます。今回はグラデーションマップが肌の塗りにいい働きをしてくれました。それだけではなく、袖の部分にも複数の色が生まれて情報量が増えています。お花を描きましょう。花束の奥の方は光が届きづらくオクルージョンシャドウができやすいです。花を浮かび上がらせるように選択範囲とソフトブラシを活用して影を作っていきます。同様のやり方で空気遠近法を花束に適用させることができます。そして強く意識していることが視線誘導です。それぞれの花に優先順位をつけましょう。一番目立つ大きな花があって、2番目の花や3番目もあります。この一番大きな花に視線を集めることができれば、その他の部分はあまり書き込まなくても絵として成立します。花の大きさだけではなく、コントラストを使って視線を誘導しましょう。先ほど描いた影が一番濃い箇所は、一番目立たせたい花のそばのみです。逆にそれ以外の部分はあまり目立たないように空気遠近法を使ったりしてコントラストを抑えています。この辺りは細かい部分の陰影を作っています。このイラストでは主光源が右上にあって、そこから光が降り注いでいます。その強い光に照らされている部分は実はそこまで明暗の差を作って立体を表現していません。このシャツの部分とかはわかりやすいですね。照らされている部分の大半が同じ色です。どちらかというと主光源に照らされていない部分の方が明暗の描き分けは細かいです。ただ日陰になっている面と反射光を受けている面、そしてオクルージョンシャドウができる面などがあります。下半身に現れる反射光は比較的わかりやすいのですが、実は胸周りのシャツにもうっすら反射光があったりします。これは主光源に照らされている面の光を反射して描いています。そして奥まっていて光が届きづらい場所にはさらに暗くなるようにオクルージョンシャドウを作ります。この部分は先ほどと同じように範囲選択とソフトブラシを使って描いています。髪の毛を描いていきましょう。線画ではなくシルエットから作り上げていきます。髪の毛のシルエットも大事ですが、このような余白のシルエットも作るようにしています。まず気をつけることは、最初に言ったように角や手など特徴となる部位を邪魔しないように描くこと。そして強弱をつけるということです。常に一定の太さで描くのではなく、太い部分と細い部分を作りましょう。その後、腕の後ろの髪の毛に空気遠近法を適用させます。他にも花束の周りにある足や服の袖にも空気遠近法を使います。空気遠近法が使われた部分はコントラストが低くなって目線が集中しづらくなります。そのおかげで花束がより際立ちましたよね。何かを目立たなくすることもまた視線誘導です。あとは顔のディティールや血液を描いて完成です。最後の仕上げとして顔とお腹にオーバーレイレイヤーで明るい暖色を塗ります。逆に日陰の部分には寒色を使います。鮮やかな色が現れてより見栄えが良くなりました。以上で絵は完成となります。今回は珍しく背景のないキャラクターイラストの描き方を解説させていただきました。
気に入っていただけたら他の動画もご覧いただけますと幸いです。それではご視聴ありがとうございました。